さん、こんにちは。基本のヨーガのかすみです。旅に出るときに、こんな風にすると便利ですよっていうのを、私なりに、この何十年かやってきたことの中で、私が工夫していることとか、皆さんにシェアしたいと思います。今日の動画は、ヨガでも、旅のビデオでもなく、旅に関することなんですが、旅のちょっとした準備のこととか、ブログに書いているんですけど、結構皆さん見に来てくださるみたいなので、それを YouTube に上げてみようかなと思います。実際に私が使っているものを、ご紹介して、こんな感じで私はしてますよ。旅に出るときに、こんな風にすると便利ですよっていうのを皆さんにシェアしたいと思います。最近はもう本当にフィンランドが多いんですけれども、バリ島も大好きで、昔は南の島、旅行というと家族でみんなでもう十数人で一族郎党という感じで南の島に行ったりしていたんですね。で、旅が大好きで、その中で自分なりに工夫していったことがあります。まず、飛行機で行く旅、ここにポイントを絞っていきたいと思いますね。飛行機の場合、海外とそれから国内とまた違ってくるんですけど、今日は私が海外旅行に行くときにしていることをお伝えします。まず大きく分けて2つあります。まずはスーツケースの中に入れて預けてしまうもの。それからスーツケースの中に入れずに飛行機の中に持っていくもの。この2種類に分かれるんですが、スーツケースの中に入れてしまうっていうものを先にちょっとだけお伝えします。まず、預けるもの。着替えですね。旅行の分だけの着替え。それから、タオル。タオルはホテルに泊まると大体ついてますけど、自分が使うお気に入りのタオル1つ2つ持っていると安心ですね。それからシャンプーとトリートメントもホテルについていますけど、髪の毛に合わないと、特に女性は合わないとキシキシしたりしてね、それだけでもちょっとプチストレスになるので、自分のお気に入りのシャンプートリートメントがあれば持ってくるといいかなと思います。化粧水とか、クリームとか自分がいつも使っているものですね。それからコンタクトと、私は向こうで洗濯もすることが多いので、洗濯石鹸ちっちゃく切ったやつとか、重曹とか持っていきます。それから、紐付きの洗濯バサミがあるといいですね。意外に向こうの日本みたいな洗濯の干し方をしないことが多いので、朝紐1本あるだけでも洗濯干せたりするので、とても便利です。あとは、100均とかでも売ってるんですが、小さい洗濯バサミ。あれを私はいつも持っていきます。あとは、ラベンダー精油ですかね。ラベンダーは虫刺されとかにもいいですしね、殺菌効果もありますから、1本あると便利なので、使い方が分かっている方、いつも使われている方は、もしかすると、リストに入ってるかもしれないですね。それからあと私は写真を撮るので、三脚をスーツケースの中に入れます。重たいし、かさばるから。それからあとは、ヨガマットですね。あとは、ソーイングセットと、爪やすり。爪やすりがですね、こういう紙のやつが軽いのでおすすめです。でね、1週間ぐらいだったら、まあまあなくてもいいと思うんですよ。爪伸びちゃっても。だけどやっぱりそれ以上向こうにいると、どんどん爪が伸びてきて、気になっちゃうし、ね、嫌ですよね。で、紙やすりでね、気になった時に削るといいですね。これ刃物じゃないから、扱いも楽です。で、あとはね、ハサミはね、私は絶対持っていきます。ハサミある場合もありますけどね。で、私が最近一番気に入ってるのが、このハサミです。ね。こうやってケースに入ってるちっちゃいハサミ。これ爪も切れますしね。
紙も切れるし、糸も切れるし、縫い物とかね、するときにもいいですね。縫い物するのって思うかもしれないけど、意外に私はするんです。例えば、裾がちょっとほつれちゃったときとか、あとは買った洋服、現地で買った洋服、すぐ着たいんだけど、ちょっと詰めないと大きい場合が多いので、詰めたりするんですね。そういう時に切ったり、まあ、とにかくいろんなものに使えます。ので、私はだいたいこれを持っていきます。で、この間ね、持っていかなくて本当に後悔したので、あとはこういうハサミもあるんですよ。皆さんご存知ですか？ハサミに見えないでしょ？この間これ持ってったの。フィンランドにね、1ヶ月行った時に。ほら、こうするとハサミになるんですよ。シャキーン。あれできないです。あ、ほらほら。ね。シャキーンって。だけどね、まあ簡易的なハサミなので、そんなにキレが良くない。キレが良くないんですよ。で、この間、なぜハサミを持っていかなくて後悔したかというと、髪の毛が伸びた。髪の毛が伸びて前髪が目に入るのがすごく気になるので、だいたい1週間か2週間に1回絶対切ってるんですけど、このハサミ切れなかったんですよ、髪の毛が。ねえねえ、こっちだったらよかった。だから今度行くときはもう絶対こっちにしますね。それから、お茶ですね。私はお茶が好きなので、緑茶、ハーブティー、お気に入りの紅茶、これは茶葉か、それかティーバッグで持っていきます。あとは、もうここはそれぞれ好みなんですけど、お味噌汁、フリーズドライのお味噌汁とか、梅干しとか、昆布とか、そういうものがあると、ご飯にちょっと変化が出ますね。私は基本長く旅するときは自炊なので、ホテルに泊まらないときは自炊するので、そういうものを持っていきます。今日のメインになるのは飛行機の中に持っていくものです。飛行機の中に持っていくものでも、カバンを私は2つ分けます。1つはポーチ。こういったものですね。セカンドバッグのようなちっちゃいもの。で、あとは、これじゃなければ、こういうウエストポーチを使うこともあります。ね、まあ、どっちかですね。これが一つ。これは、飛行機に乗った時に上の棚にあげないものです。あげないで、前の席の椅子の下に入れるものですね。で、すぐ使うもの。飛行機の中で使いたいもの。それから貴重品なんかが入っています。後で細かくお伝えします。ウエストポーチの場合は、カチッと止めてしまえば、ね、で、その上からシートベルトをすると、取らなくてもよかったりするんですけど、でもやっぱり10時間以上飛行機に乗っていたりすると、少しでも楽なのがいいですよね。だから、大体私は外して下の椅子に入れますけど、あとは前の席のポケットのところにもね、少し入れておけるので。で、これが一つ。それからもう一つは、リュックですね。リュック、大きいリュックです。これは機内持ち込み用というか、機内持ち込みできるリュックです。で、キャスター付きのコロコロバッグで行くこともあったんですけど、意外にあれがね、不便なんですよ。ツルツルとした道だったらいいんですけど、そういうところばっかりじゃないしね。で、リュックだと本当に担いでさっと行けるので、重たいですけど、でも最近私はもうリュックです。インドに行くときに買ったんですけど、インドだと道が舗装されていないので、もうああいうキャスター付きのバッグとか無理なんですね。それで買ったんですけど、それ以来ね、意外に便利っていうことに気づいて、で、これを上の棚に上げる方です。そして次に細かくやっていきましょう。このポーチの方ですね。上に乗せないもの。これ何が入ってるかというと、ちょっと開けていきましょうか。本当に自分が使っているものなんです。まず外側、これね、ポケットがいっぱいついてるから、こういうのをいつも選ぶんですけど、腕時計。私は旅行行くときは時計派です。スマホはね、他にもいろいろ使うので、少しでもバッテリーを持たせたいっていうのもあるし、
すぐパッと見れるのがやっぱり便利ですね。そしてね、これは文字盤が大きい。暗くても見やすい。で今ね、9時40分になってるんですけど、日本時間は、3時40分。これはフィンランド時間に合わせてあります。向こうについてから合わせてもいいんですけどね。爪が痛くて何回もやるの嫌で。だから最初から自分の行くその国の時間に合わせていたりします。これは向こうに着いたら腕にする。で一番手前のポケットは、一番よく使うスマホが入ってます。ね、スマホはね、本当にもうないと旅行が不便。でね、何を使うって、アプリも使うんですけれども、私はね、こういった、情報ですね。これをスクリーンショットにして撮ってあります。これはね、フィンランドの VR といって電車のチケットなんですよ。で、これをピッて、QR コードピッてしてもらうんですけど、ここに全部情報が載ってるんですね。で、こういうのも、もしネットの環境が良ければパッと出てくるんですけど、時間がかかったりするときありますね。スクリーンショットで撮ってあるとすごく便利なので、だいたい私は撮ってあります。スマホでしょ。それから、えっと、イヤホンですね。映画見るときとかね、飛行機のやつもありますけど、だんだん頭痛くなってくるんですよね。こう締め付けられる感が。だから自分のやつを使ったりすることも多いです。そして、で空気が悪いとね、すぐ咳出ちゃうから、キャンディーとか絶対持ってます。これはキシリトール。こっち側のポケット。何を入れるか自分で決めないとね、もういろいろ探さなきゃいけないから、だいたい決めてるんですけど、あ、ここは飴が入ってるね。これいいですよ、これ。おすすめ。仕事の時とかもね、いいですね。ちっちゃいから、咳が出たっていう時に、口の中に入れてね、このまま喋れる。ちっちゃいから。龍角散。おすすめ。あとは、耳がキーンってなるでしょ、飛行機降りるとき。すごく、なんかもう脳みそ痛いみたいになる時がありますよね。毎回じゃないんだけど。あれ、なんでしょうね、なるときとならないときとね。のど飴。飴舐めてると、唾が出るから、いいみたい。あと、耳抜きですね。耳抜き、皆さんできますか？サーファーの人に教わったんですけど、耳キーンってなるでしょ、飛行機が急降下していくとき。で、その時鼻詰まって、ふーってするんですよ。そうすると耳がポンって空気がね、抜けていくの。で、何回かやります。だいたい赤ちゃんがどこかで泣いてますね。かわいそうですね。子供はそういうのわかんないからね。そしてこっち側のポケットには、じゃじゃん。手品みたいにいろいろ出てきますけど、これはね、空気が乾燥するから飛行機の中。乾燥予防っていうんですかね、マスク。こうやってね、耳にかけるタイプなの。あ、ちょっと大きくなっちゃった。詰めなくちゃ。だんだんこう伸びて大きくなっていっちゃうんですよね。で、これだと耳痛くならないし、息苦しくないんですよ。で、乾燥が防げるので、顔がこうパリパリにならないですね。だから私は飛行機乗るときはこれを持っていきます。コロナの時はね、これが使えなくて本当に困りましたね。もう今は快適。後ろのポケット。まだ中行かないんですよ。後ろのポケット。後ろのポケットは、はい、すぐ出せるように、ティーカップが入っています。で、なぜティーカップがここに入っているかというと、日本茶と、それから私のお気に入りのアールグレーなんですけど、本当にごめんなさいなんですけど、私はエコノミーしか乗れないので、フリードリンクいただきますよね。で、紅茶でも日本茶でもすごい薄いんですよ。で、
お茶が好きな方は多分共感していただけると思うんですけど、なんかね、本当に色がついてるだけみたいな感じ、香りもね、あんまり感じられないことが多いので、私はそういただいたものに、これを自分でそっと追加して、そして自分なりに美味しく飲んでます。多分ね、ビジネスとか、ね、そういうところに行けば、美味しいお茶が飲めるんじゃないかと思うんですけどね。そして、中身、いよいよ。結構入るんですよ、このちっちゃくても。まずね、見えたものから出していきましょうかね。リップクリーム。これも必須です。リップクリーム乾燥するからね。そして、パスポート。パスポート今度変わりましたね。日本のパスポート。あれ、いつからかな？もう変わったのかな？なんか、ネットで申請できるようになって、ネットで申請すると500円安いらしいですね。なんかね、どんどんデジタル化して、なんか、めんどくさいなっていうのが本音なんですけど、もう過渡期っていうのはめんどくさいですよね。みんなが慣れてないから。そしてね、このパスポート、もう何回も空港で使うから、一番取り出しやすいところに入れるんですけど、ちょっと全然関係ないんですけど、私のフィンランド大好きポイント、ブログにも前書きましたけど、ね、ビザ押してくれるじゃないですか、出国、入国の。きちんと揃って押してくれるの。もうだからフィンランド大好き。これがね、他の国だと結構ニューヨークとかね、もう適当なんですよ。もうこの辺とかにバーンって。で、またページ飛んで、なんかどっか全然違うところにバーンって。行きと帰りと違うと。そうするとそのページがそれでもう終わっちゃうわけなんですよね。で、パスポートって残りのページが何ページ以上ないといけないとか、なんか国によってあるんですよ。その貴重な一枚の紙。だからもうフィンランド大好き。まあ、日本も多分そうなのかな。日本は今スタンプいらなくなってるからね、よりそのページが節約できますね。日本は今ね、顔認証ですよ。行かれた方はね、ご存知と思いますけど、それから、Eチケット。これはね、ずいぶん昔の、今はスマホで見せればいいだけっていうの多い。だから、Eチケットいらないことが多いんですけど、でもね、やっぱりバーコードとかここにあって、これでピッてやったりすることがあるので、私は絶対紙にプリントしていきます。で、向こうに着いた時にね、帰りのチケット持ってるのって聞かれて、いろいろスマホで探すの大変だったりするじゃないですか。で、これ、パッと見せるだけだから、はいって。でそうすると、あ、OK ってね、簡単なんですよ。なんかやっぱり、まあ、昭和の人間なんですかね。目で見えてると安心。メモ帳とか、アナログで書く派。もうスマホの中に全部入れてたら、スマホ壊れたらもう全部わかんないでしょ。なんかね、昭和なんですよ。数字が苦手っていうのが、数字がいっぱい並んでるともうわけわかんないんですよね。で、そうそうそう。そんなことより、このケースですね。これね、自分で切ったの。こうやって。で、このぐらいのサイズにして、ここに入るようにしたんです。そうするとぐしゃぐしゃにならないしね、さっと取り出せるので、おすすめですよ。紙のものを入れたりするのに、とてもおすすめ。そして、お財布は2個、基本的にあります。これとこれ。ちっちゃいでしょ？まず、日本のお財布。これはもう、成田とか羽田を出たら、もう使わないから。でね、まあ、お財布じゃないんですけど、小銭とね、日本円が入ってるの。裏か。あんまり現金使わなくなりましたけどね、ペイペイとかそういうのでできちゃったりするから空港も。でも一応持っていて、あとは両替をするかもしれない。でそういう時は両替する分だけ入れていきますね。で、お札もこんな感じで、もうできるだけ荷物を減らしたいので、折って、こんな感じでね、
ます。ね。そうすると使いやすい。でクリップで留めてます。小銭が少し。が日本円ですね。それから、こっちが現地のお金が入ってます。現地のお金を持っていない場合もあるかもしれないんですけどね、その場合は空港で買えますよね。でね、これはフィンランドのやつだから、ユーロです。ユーロがいくつか入ってますね。ユーロのお金ね、ちっちゃいから、あんまりかさばらないという。で、それと小銭が入っています。なかなかね、知らない国の小銭って使うの、なんか難しいですよね。お財布。これはバリ島用のお財布です。バリのお金ってね、すごいの。何がすごいって、もう1000円とかがこんなになっちゃうんですよ。一回両替、1万円なんか両替するともう閉まんなくなっちゃうの。だからね、大変なんですけど、これはね、ルピアですね。これはもう大金ですよ。赤いやつ。いくら？ 1、10、100、1000、万、10万円。10万ルピア。ね。これは、まあ、大体1000円と思ってるんですけど、ゼロがいっぱいあるでしょ？で、この下2桁ね。下2桁のゼロを指で隠すの。そうすると大体日本円になります。最初にバリに行った時にあまりに桁が多くて数えられなくて考えました。下2桁を指で隠す。したら大体円安、円高ありますけどね。ね、このお金がいっぱいになっちゃうわけですよ。大変なの。だから、これがバリの財布ですね。でね、わざとボロいでしょ？わざと海外旅行の時はボロいの持っていくの。そういう必要もないかもしれないんだけど、これはね、昔よくニューヨークに出た時に、あんまり綺麗な格好していかなかったんですよね。あの、あの時って多分バブルとかその頃だったかもしれないから、バブルとかそのぐらいの時って特にね、日本人お金持ってるって思われて、事件に遭いやすかったわけですよ。だから、お金を持ってない風に、もう本当に持ってないんですけど、でも持ってるって思われないように、ブランド物も持ってないですけど、もともと持ってないですけど、ブランド物なんか身につけないし、それからお財布も、もう本当にわざと使い古した汚いの。で、コートとかも結構いつもの感じで行きましてね、あんまり小綺麗にしていかないかった。その名残かも。だから、綺麗にしていきたい。いつもね、ちゃんとしたものを身につけていたいっていう方は、もうその方がどんなホテルに泊まって、どういうシチュエーションで旅行するかによってね、そういうものって変わってくると思うんですけど、私はなんか、そこの国のその街に暮らしてるみたいに旅行したいなっていつも思って。あとですね、お財布に入れないお金っていうのが私あって、絶対向こうで使わなきゃいけないもの、払わなきゃいけないものがあるとしますね。それは決まっているとする。で、キャッシュで払わなきゃいけなかったりする。そうすると、お財布の中に入れると、うっかり使っちゃうとめんどくさいですから、こうやってね、封筒に入れて別にもう分けておきます。で、これは何々に使うってマジックで書いてね。で、そうしておくと、支払うときにもすごく便利だし、間違えて現金使っちゃうっていうことがないので、こんな感じでね、現金を分けておくっていうのは安全のためにもいいかもしれないですね。もしなくしたりとか、盗難にあったときに全部なくなっちゃう。ね。ちなみに私は盗難にはまだ幸いあったことはないです。
でも、念には念を入れて。でも、いろいろありましたよ。荷物出てこないとかね。ニューヨーク行った時も、スーツケース出てこないとかありましたよ。それからヒースローで荷物預けたんだけど、成田着いたら荷物が返ってこないとかね。いろいろありました。あと、ナイフで切られてたとかね。そして、あとは、クレジットカードも現地の方に入れてます。だいたいね、2枚持ってきますね。1枚でも、まあいいんですけど、何かあったとき、そのカードが何かのあれで使えなくなったときに、もう1枚あるといいです。特に海外旅行するときは、カードで買うことが多いでしょ何でも。だから、行く国にもよりますけどね。だから私はビザと、なんだこれ、マスター。私はビザとマスター2枚持っていく。ね最近のカードってね、セキュリティがすごくて、ナンバーとか書いてないんですよね。だから一切情報が自分でもわからない。この中にね、入っちゃうの。それからあとは、いつも持っててもあんまり使わないんですけど、一応、濡れたティッシュ、ウェットティッシュのちっちゃいのも入っています。あんまり使わないですね。で、洗っちゃいますからね。洗ってハンカチで拭いちゃうから。それから、なるべく柔らかいガーゼとかのハンカチか、もしくは、朝朝のハンカチいいですよ。すぐ乾くから。ね。あとはね、メガネが2個。サングラスも持っていくことあります。南の島行くときなんかは、サングラスも入ってるから3個になりますけど、メガネが入ってますね。基本私は空港でコンタクトを外してメガネにします。その方がとても快適。いろんな意味で快適。ボールペン。黒いボールペンは必須ですね。なんか書くときにね、必須ですね。黒いボールペンでしょ。それから、水に流せるティッシュ。だいたいトイレットペーパーありますけど、ない場合もありますからね。割と行ったときに、スーパーのお手洗い借りたときに、やっぱりトイレットペーパーなくて、それでこれ使いましたね。あとですね、スーツケースの鍵も私はここに入れています。見えるかなこんな感じでね、もうくっついてるんですよね。で、そしたらもう絶対なくならないから。スーツケースの鍵ね、一回なくしたことあってね、大変だったんですけど。で、もうわかるように大きくしてます。これで使うときは取ればいいわけですね。で、使い終わったら絶対ここに戻すって決めてるの。そうしないと鍵どこ行ったってなるでしょ。ここに入れてね。結構入るんですよ。もっと入る。でこれを飛行機の中に持っていきます。でね、重さはこのぐらいだと、大体どの飛行機も大丈夫だと思いますね。詳細はね、その飛行機の会社によって違いますから、ホームページなので確認されるといいと思いますけど、それから、あとですね、これ。飛行機の中に液体のものを持ち込めないんですけど、こういうジップ付きのビニール、透明なものに入れていると持っていけるんですよね。重さに制限ありますけどね。ね、なんかひとまとめにしてる。最近ジェルみたいなものもね、液体の扱いみたい。だから、日焼け止め、バリ島とか行くとき必要ですよね。そして、ハンドクリームが乾燥するから、ハンドクリームでしょ。で、あとはね、飛行機の中の乾燥の時に、ローズウォーターでしょ。これもね、このぐらいの大きさだったら大丈夫なんですよ。そして、と、これは歯磨きしたい時に液体のやつですね。ブクブクってしてる。それから、これは、さっきも言いましたけど、ラベンダー。
使いやすいようにちょっと希釈してあります。原液だとなかなか使いづらいので、希釈してあるやつ。ロールタイプのやつに入れ替えていてね。で気分転換にもいいですね。頭痛い時とかね、いいですよ。ただまあ、香りが嫌いな方もいらっしゃるから、その場所によってね、気をつけなくちゃいけないですけどね。自分はいい香りだなと思ってもね、天然の香りだからって全員が好きなわけじゃないですからね。この辺はちょっと気を使った方がいいかなと思ってはいます。はい、こんな感じで入れています。そして、飛行機の中に持っていくのは、ハンドクリーム、これですかね。手荷物検査さえ通ってしまえば、これ入れてなくても大丈夫なので、これをポーチの中に入れて、飛行機の中にすぐ出せるように入れます。出国するときだけですから。でこのポーチなんですけど、こういうね、やっぱり透明な中がわかるのが探しやすい。あれどこやったっけなーってね、探す時間がもったいないというか。あとは、大体詰め替えますね。いろんなものを詰め替えます。そのまま持っていかない。だからいろんなサイズのものを、ちっちゃいのとか、ね。それで何を入れたかわかんなくならないように、コンタクトとかに書いてますね。飛行機の中に持ち込むのが制限されている液体。すべての飲み物、液体または半液体の食品、例えばスープとかジャムとか蜂蜜とか、それから化粧品および洗面用具、ローションとか香水や練り歯磨きなんかもそうですね。シャワー用のジェル、あとリップグロスとかね。あとは引火性のないスプレー類、髭剃りクリームとかヘアスプレーとか、スプレー式のデオドラント剤とか、それからコンタクトレンズの洗浄液とか保存液なんかの液体制限されています。100ミリ以内に分けたものを全部合わせて1リットル以内だったらいいよっていうことですね。なんか個別に容器に移し替えて、ジップロックみたいなものにプラスチックバッグに入れる。密封可能なものですね。機内に持ち込めるプラスチックバッグは1袋、1人1袋です。そういうふうに今は決まっています。これから変わるかもしれないので、一応こういうものは行く前に調べられるといいと思います。飛行機に乗る時の服装なんですけど、どこの国のにどの季節に行くかによっても違いますが、本当に寝巻きみたいな格好で、こんなね、私今こんな感じなんですけど、こんな感じですね。寝巻きみたいな動きやすい格好で行きます。すぐ1枚こう脱いだり着たりしやすいものがいいですね。あとは冬に南の島に行く場合なんかはギャップがすごいですからね、工夫は必要ですよ。こういうのの代わりに飛行機の中やっぱり寒い、クーラー効いてたりしてね、寒いから日焼け止めのパーカーみたいなのを着る時もあります。これ1個持ってるとね、向こうの現地着いた時もそんなに暑くない。でも日焼け止めにもなる。こういうのがあると絶対便利。そしてこれもスーツケースの中に入れてしまわない方がすぐ出せていいですね。はい、次。じゃじゃーん。リュック。これは飛行機の中に入れるけれども、上の棚に入れちゃうやつ。上の棚空いてない時多くてね。まずね、このリュックは、コロンビアだったかなね、コロンビアのリュックなんですけど、リュック売り場のお兄さんが勧めてくれたの。全然私知識なかったから、どういう風なインドに行くんですけど、で、1ヶ月行くんですけど、っていろいろ言って、それでね、勧めてもらったの。で、あんまりすごく大きくはないから、入れすぎなくていいよ。大きいと荷物入れちゃうんですよ。重い。それからと、機内持ち込みできない
くなっちゃう時があるから、これがいいのはね、まず、このでもリュック売ってるのかな、まだ。このリュックのいいところはですね、ここが開くところ。回復手術みたいに。ほら。で、リュックってここに入れたものを出せないですよね。全部出さない。これだとね、出せるの。そしてここには結構すぐ使うものが入ってますね。これは YouTube 用のカメラ。でカメラは基本機内持ち込みですから、ここに入れてます。私のおすすめ。これは私みたいな旅の仕方をする人限定かもしれませんが、トイレットペーパー、芯を抜いてあります。これね、すごい便利。もう本当に、これがあると、いざっていう時にすごい安心です。トイレットペーパーなかったらみんなにも、あるよ、あげるあげるってあげられるから、本当におすすめです。かさばらないしね、いいですよ。それから、これジップロックも何かの時にやっぱりあるとね、あればよかったなって思うこと多いから予備で入れてます。そして、はい。日本人でしょこれスーパーの袋。スーパーの袋もね、あるといいですね。最近袋もらえないこと多いしね。濡れ物も入れられるし、なんか買った時とかにもいいですよ。靴を入れたり何でも使える。実際はここにね、おにぎりとか入れてたりもするんです。パンとかね、入れてたりもしますね。飛行機の中で食べようかなって思ったものを入れてたりすることもあります。あとは、おすすめポイント。これね、こうなるでしょ。これで大きくもなるし、ちっちゃくもなる。荷物がいっぱい入ったときは、ここがガーッと上がるわけですよ。いっぱいのここまで入るの。だけど小さいときは、荷物入ってないときは、すごいコンパクトになるの。だから、ね、それもいい。そしてここにもポケットがある。ここもすぐ出せるものを入れています。これはね、充電関係ですね。充電関係。バッテリーは飛行機のスーツケースの中に入れてはダメなんです。リチウム電池とかいろいろ規則があるのでね、それも細かく調べた方がいいと思いますが、私は、キャノンの EOS の、これは別にいいんですけど、バッテリーを充電するやつ。バッテリー。一緒に使うものにね、一緒にしておかないとダメですね。で、それからこれはスマホのバッテリー。だいたい1回、2回分ぐらいは充電できるのかな。ね。ね、スマホで何でもチケットとか買ったりするから、バッテリーないと困るんですよ。そしてね、嬉しいのはバリ島とフィンランドが同じ C タイプなんですよね。これは B3 って書いてある。250ボルト、10アンペアって書いてあります。で、どこの国がどうなのかっていうのは、ネットで調べるとすぐ出てきますからね。花3つのやつね。それから、これ結構フィンランドで使えますね。壁にこうやりますよね。で、このまま届かないときあるの。壁からもう一個こう奥まってる場合が多いんですよ。古い建物なんかだと。で、そうすると、こうやって合体させて距離を出すんですね。こんな長くのいらないけど。で、そうすると穴が開いてるところにもさせる。これすごいね、よく使いますね。で、これなんかオールマイティみたい。でね、ここ USB のやつもついてますね。これで2個ついてる。で、ここも使えるから、カメラとスマホと同時に充電ができたりしますよね。これは USB だけです。スマホ用で買ったんですけど。で、もちろんこれは日本だからこれ使えないから、こうやって、こうやって使うんですけどね。で、もうちょっと、コードがシャーってなるやつありますよね。シャーって。ああいうやつもあると思うんだけど、なんかわかんないけど、これを買ってしまった。これ大体私はいつもこれで事足りています。で、そのスーツケースの中に入れられない
ものたち、ここに充電セットみたいな感じで、電気関係のものは全部同じ場所に入れるようにしています。でこれをここに入れてますね。あとは、空港で必ず歯磨きしますね。例えばバリ島なんかだと、朝出発前にする。日本の空港でするかもしれない。で、あとは、フィンランドとかだと、だいたい明け方に着きますから、向こうに着いてからすぐ使うことが多いかな。歯磨き。これももうできるだけね、中が見えるようにしてるの。ね。でちっちゃい歯磨き粉。厳密に言うと、これも本当はね、あれに入れなきゃいけないはずなんですよ。ビニールに入れなきゃいけないはずなんだけど、とりあえずここ数年こう言われてないですね。なんかそのね、その時によるんですよ。だから何とも言えない。でもまあ、言われたらその袋に入れればいいんですからね。よし。この取り出しやすいところに触れています。この中には、カメラケースに入れることが多いですけど、今はタオルにくるんでいます。タオルにくるむと、そのタオルも使えますからね。カメラ大事ですから、ね、スーツケース投げられると大変ですからね。日本じゃまず投げないと思いますけど、国によってはスーツケース投げたりするとこもありますからね。大事なものですから、精密機械だから、絶対自分で持って歩きます。空港に着いてから使うメイク道具が入っています。もう本当に海外、大体すっぴんでね、飛行機の中過ごしますから、だからまあ、メイク落としのコットンもこうやってちょっとにして、こういうのに入れとくと使いやすい。化粧水とね、乳液とか。あとは、下味と、それからファンデーション。最近ファンデーションもあんまり使わない。そして、ね、アイシャドウですね。なるべくコンパクトに。あとは、チークですね。そして、パウダー。あとは、ハイライト。そして、コンタクト。ね、これはワンデーですね。着いた日はね、ワンデー使うことが多いかな。いつもは2ウィークのやつ使っているんですけど、朝に着く場合ですね。夕方着くときはもう何もしない。もうすっぴんのまま、メガネのままホテル行って、あと寝るだけですから何もしないですけど、朝に着く、昼間に着く便の場合は、化粧、空港でね、着いたときにパパッとできるように、もうその分だけ入れています。あと、お化粧つながりでね、これはスーツケースの方に入れるんですけど、1ヶ月とか長い期間行く場合、あんまりね、同じお化粧のばっかりだと飽きるんですよね。飽きませんか？毎日同じ色のアイシャドウとか飽きちゃうんですよね。だからやっぱり多少バリエーションが欲しい。だから、こんな感じでね、入れてあるの。ね、チークと、それからいろんな、ね、全部茶色じゃないかって言われそうですけどね、はい、本当にちょっとニュアンス違うだけで違うんですよ。そして、パウダー、一応ね、これは24時間ミネラルのパウダーですね。お肌に優しいやつ。そんなのを全部、中身だけ抜いて、これにセット、自分で作って入れてます。もうこれだけでもね、時間がすごい短縮できる。ね、ポーチの中からカチャ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 全部こう開けたり閉めたりしなくて済みますよね。楽屋で使うお化粧セットみたいな感じ。で、これだと今日はどれにしようかなって一回開ければ全部入ってますから。口紅以外ね。こんな感じのものを作っています。長期で行くときはこんな風にしています。これが飛行機の中で履く靴、冬バージョンですね。これはね、羊毛なの。もう本当にこれあったかいし柔らかいしね、快適です。で一応これでね、
行機の中でおトイレとかも行っちゃいますね。靴がもし履きやすい、脱ぎ着しやすい靴だったらそれでいいんですけど、冬のフィンランドとかものすごいこんなブーツ履いていくので、それをね、履いたり脱いだりするの大変なんですよ。だから、これで飛行機の中、十数時間過ごしたりします。夏とか、南の島行くときは、これです。ね、これもね、すごいお気に入り、もう何年も前からもこれ。もうね、4足目か5足目ぐらいかもしれない、リピート。たわしの素材でできたスリッパ、ハウスオブローゼだったかな。ね、これすごいいいんです。素足で履けるから。スリッパもあるけど、自分の履きたい場合、それからスリッパがない場合、これはね、軽くていいんです。ね、濡れた足で履けるっていうのがすごいポイント高い。これすごいおすすめ。家でもね、履いてた時ありますね。まあ、とにかく軽い。測ったことないけど、多分、なんか4グラムとか5グラムとかそのぐらいしかなさそうな。そんなことない。わかんないけど、そのぐらいの感じ。旅はね、軽いのが一番。その軽いものが積もり積もって30キロとか40キロになっていくので、まだ入ってます。これ、ダウンですね。冬、秋に行くときに使う。で、ね、このままだと枕にもなるんです。飛行機のエコノミーの椅子ってね、どうも寝心地が悪いですよね。だからこう首枕にしたり、それから腰のところに、ね、腰のところにこういうふうに当てたりとか、いろんなところにこうずらして、背中が痛くないように使ったりもできるし、それから寒い時にももちろんね。大体こう薄いダウン1個あると、冷房で寒い時とかでも大体いけますね。夏だったら持っていいか。夏だとね、夏の場合は、こういうものですね。こういう大きめのストール。これでまあ十分だったりするので、大きめのストールを、意外に飛行機のね、最初が寒いんですよね。何時間か経った後だとまあまあいいんですけど、で毛布もありますけど、毛布ね、1枚しかないから、膝にかけたらここが寒いですよね。で、ここかけたら足が寒い。あとは、今のストールとかとは別に、これはね、バンブーですね。竹の繊維でできている、ちっちゃめの。ね、これがまたね、便利なんです。首があったかいっていうのもあるし、日焼け防止にもなるし、あと、なんならこれ手拭いたりもできますね。ハンカチない時とか。すぐ乾くから。これはね、便利ですよ。こういうのも、夏に南の島とか行くときは絶対持っていきますね。首に1個巻いとくだけでね、いろいろ使える。でそういうのが、この中に入ってたりします。そうそうそう。これのね、いいポイントもう1個言うの忘れた。腰の、ここカチャって、ウエストのところでこうできるから、肩の負担がすごい減るんですよ。腰のこのベルトすごいいいですね。それでね、買ったのかな。すぐ腰痛くなっちゃうから。はい。で、これですね。これには、マイボトル。マイボトルも絶対持っていきます。飛行機の中で喉が渇くでしょ。お水くれたりしますけど、それだとちょっと足りない時があったり、あったかいものが飲みたいことが多いので、お湯をいつもいただくんですね。手荷物検査が終わった後です。手荷物検査の時は水分はダメなので、うっかり入っていると捨てる羽目になりますね。捨てるか飲む羽目になりますね。で、空っぽにして、検査が終わった後にお湯を入れるんですが、飛行機の中で落ち着いた時に、客室乗務員の方にお願いするとくれますから、あったかいお湯を入れて、自分の好きな時に紅茶飲んだりしますね。
だからこれは現地でも使えるし、飛行機の中でも使える。はい、あとはですね、頭、帽子。寒いところに行くとき、帽子があるだけで全然違う。だから、耳が隠れるものは必須ですね。で、帽子。これもすぐに取り出せるところに入れています。リュックに入れます。それから、冬の日本から暑い南の島に行くときは、こんな帽子。これはね、朝だったかな。ぐしゃぐしゃにもなるんです。ぐしゃぐしゃというか、畳めるの。畳めるんだけど、ぐしゃぐしゃにならないっていうんですか。またこうやって自分で形を作れる。帽子を空港に着いたらこれをかぶります。それだけでなんかね、夏の気分というか、南の島来たって感じになりますね。で、あとは下にね、これを脱げばいいようにしておいたりします。空港で脱ぎますね。で、これもリュックの中に入れる。はい。最後にですね、旅手帳のすすめ。旅手帳っていうのはね、自分で作る手帳のことなんですけど、これはバリに行った時、2016年って書いてありますね。バリに行った時に作ったやつです。で、自分でこうインデックスでやってね、すぐわかるように。旅手帳を作り始めたのは、やっぱりニューヨークに行き始めた頃なんですけど、街中で、特にニューヨークみたいな場所で地図とか開きたくないんですよね。もうすぐ旅行者ってバレちゃうから。いろいろやっぱり事件に巻き込まれやすい、ね、狙われやすいですから、いかにもそこに住んでますみたいな顔をしたいわけですよ。それでね、ちっちゃい手帳を見てる分にはそんなに旅行者っぽくないかなと思って作り始めたのがきっかけなんですけど、で意外にこれが便利だったので、だいたい毎回作ってます。でこれは何が書いてあるかっていうと、持ち物が書いてありますね。自分で忘れないようにチェックのために持ち物書いてあります。で、それから、えっと、大体バリの場合はヨガの道場に行くことが多いので、スケジュール書いてありますね。何々先生、中級は月火水木金何時だよとか、ドルフィンが15万ルピアだよとか書いてありますね。今15万ルピアじゃなくて2万、2万、22万。数字わかんなくなっちゃって。今もっと値上がりしてますね。それからあとは、いろいろ自分が行きたいと思っているスタジオの住所、電話番号書いてあります。スケジュールも書いてあります。ワンレッスンいくらかっていうのも書いてありますね。それからあとスパ。バリと言ったらスパですね。本当に安くてね、とっても気持ちがいいですね。スパの情報が書いてあります。自分が行こうかなと思っているところ、またもう予約してある場合もあります。日本からね、予約できますから。あとは食事。ワルン、ここのワルン行ってみたいなっていうのがある場合に、住所書いてあります。何曜日が休みだよとかね。ですね。ホテルとか泊まる場所、滞在先の住所、それからそのオーナーさんの名前とかが書いてあります。電話番号とね。あとね、パスポートのコピーっていうのを持っておくと本当におすすめです。パスポートがなくなってしまった場合にとても便利ですね。私はこんな感じでコピーして、その旅のメモにいつも貼ってます。これがバリ手帳。これはね、フィンランドのやつですね。これすごい、どこのメーカーだったかな。この手帳すごい書きやすくて薄くて、いっぱい書けてね、おすすめなんですよね。自分の乗る飛行機がね、書いてありますね。何日の何曜日何時に羽田 AY0062 便とか書いてあります。ね、すぐ、パッと、バーッと見れたらね、便利ですよね。それからあとは、お友達とか泊まる場所の住所が書いてあったり、
あとはですね、空港で使う英会話みたいなの書いてありますね。例えば、直行便って言いたいとき、ダイレクトフライト、乗り継ぎ便、コネクティングフライト。もうご存知の方は書いてなくても頭の中に入ってると思うんですけど、パッと出ないことって私はあるんですよ。だからね、あとこのスーツケース預けたいんだけど、I'd like to check this suitcase. ね。機内持ち込みは carry on baggage。機内持ち込みってなかなか普通パッと出てこないですよね。carry on baggage。What is the reason for delay? これ聞くんですかね。遅れてる理由は何だ。トイレの水が流れません。詰まりましたとかも書いてありますね。まあ、今だったらなんとか自分の頭の中で浮かんできたこと言うんでしょうけど、あ、フィンランド語も書いてありますね。トイレ。フィンランド語の場合は M が男性です。ミエステン・ベッサ。ベッサっていうのがトイレのことなんですけど、ミエステン、男性のベッサ。で、女性は N です。N。ナイステン・ベッサ。内年。女性は内年ですね。男性はミエス。だから M とか N って書いてあったらわかんないですもんね。ただ、私が見たところ、そういう風にだけしか書いてないトイレはなかったかな。フィンランドってものすごくわかりやすくって、表示がすごくわかりやすくって、字を読まなくてもわかるようになってたりします。トイレで困ったことはないかな。友達の住所とか、向こうからはがきを出したい場合、絵はがきとか出したい場合に、ここに書いていったりします。こんな感じで旅の手帳、私はいつも作っていて、余ったところに日記みたいな感じで、なんかいろいろ書いたりしています。そうするとね、この一冊がそのまま旅の思い出記録ですね。でさっと取り出せるように、いつもこの中に入れています。旅に関する、何でしょうね。プチアイデア。何か皆さんの参考になることがありましたでしょうか？もしこの動画が参考になったよ、あ、そっかって、ためになったよって思ってくださったら、ぜひいいねをしてください。よろしくお願いします。あとは皆さん、何か旅のこととかで、私に何か聞いてみたいなっていうことがありましたら、ぜひリクエストをください。また皆さんがいつも私はこんな風なことを工夫してるよとか、こういうアイデアがあるよっていうのをお持ちでしたら、ぜひ教えてください。参考にさせていただきたいと思います。それでは今日もご覧いただきありがとうございました。皆さんの旅も楽しい思い出深い旅になるといいですね。グバマとか。